皆様こんにちは。今回はスイフトスポーツが納車されて2年半、初めてホイールとタイヤを交換しましたので、交換したタイヤとホイールのレビュー、購入にかかった費用や納期、安く買う方法について話していこうと思います。納車されて2年半、走行距離が27000キロ、ずっと純正のコンチネンタルを履いて運転してきましたが、純正タイヤがかなりすり減ってこんな感じでひび割れたり、スリップサインが見えたり、明らかに溝が浅くなっていて、かつ実は1本パンクを経験済みで修理して乗っていたので、前々から変えようとは思っていました。今回急に交換した理由がまた別にありまして、10月の末に群馬でスイスポのオフ会がイニシャル D で有名な春名湖で開催される予定で、僕も勢いで参加することになったので、今変えないとタイヤが危なくて、そもそも浜松から群馬までめっちゃ遠いし、現地に無事着いても赤城とか秋名走れないなと思ってめちゃくちゃ急なんですが変えました。今回買ったホイールはワークの ZR10、 タイヤはミシュランのパイロットスポーツ4。タイヤなんですけど、ミシュランか横浜のアドバンフレバーの2択に決めて悩んでました。ホイールがですね、どれにするか悩みすぎて全然決まらなくて、インスタとツイッターの投票機能を使ってずっとどれがいいですかと質問して、最終的に ZR10 になりました。本当は円形の PF09 が欲しかったんですが、お店で納期を確認したら今在庫がどこにもなくて、おそらく年末ぐらい、3、4ヶ月は最低でもかかるとのことだったので諦めました。ホイールとタイヤって買うタイミングによって在庫があればいいんですが、今回のように在庫がなければ半年待ちとかも普通で、下手したら納品できずにキャンセルとかもあるらしいです。ミシュランとかの海外タイヤも国内在庫切れだったら納期未定もあるとお店の方が言ってました。今僕は浜松に住んでいるので、鈴木も円形も浜松の会社なので、せっかくなら僕の車を浜松スペシャルにしようかなと思ってましたが、納期が年末はちょっと待てないのでワークになりました。たまたまタイヤとホイールともに在庫があったので、支払いからタイヤとホイール交換までまさかの5日、めっちゃ早かったです。ちなみにワークは僕の地元の大阪のホイール屋さんです。今回買うにあたってネットで情報を調べ倒して安いところを探しました。それは富士コーポレーションというショップでした。どれぐらい他と比べて安かったかというと、タイヤを転がしてくる CM で有名なホイール丸善、あそこも結構安いと評判だったので、実際店舗に行って見積もりもらいましたが、富士の方が2万円ぐらい安かったです。富士のお店が浜松にあったので、今回はそこで買って取り付けてもらいました。買ったタイヤのサイズですが、店員さんといろいろと相談してスイスポ純正と同じ 19545R17 にしました。このスイスポ純正タイヤのサイズが結構特殊で、タイヤの選択肢がかなり限られるんですね。なのでタイヤのサイズをあえて上げて選択肢を広げることも考えましたが、結構ベテランのスタッフの方からいろいろと教えてもらい、純正車高であれば純正と同じサイズが一番いいと言われて、ミシュランのパイロットスポーツ4にはたまたま 19545R17 の設定があったので、純正と同じ 19545R17 になりました。交換した今で3週間ぐらいですが、全然問題なく見た目もいい感じです。正直タイヤのサイズを上げてタイヤの選択肢を増やしたりしようかなと思ったりしましたが、つけてみて純正と同じサイズで良かったかなと思います。というのも、タイヤのサイズが大きくなるにつれてもちろん値段も上がりますので、お金も節約できて大満足です。ワークのホイールのサイズですが17インチの 7J です。スイスポ純正が17インチの 6.5J なので 0.5J 外側に大きくなっています。タイヤの側面が横にさらに出るようになりました。車のボディからちょっとでも外側にタイヤが出てしまうと車検に通るかどうかちょっと微妙なところらしいです。もしすでに 7J で車検通った方がいればぜひコメントで教えてください。半年後に車検なので純正ホイールとタイヤは一応保管しています。ワークのホイールのいいところなんですが、色がめっちゃ選べます。これだけの色が選べます。円形の PF09 だとシルバーとガンメタの2色から選ぶ感じだったので、
これだけ選択肢があるのでどれにしようかめっちゃ迷いましたね。白のホイールとか見たことない色のホイールにしようかなといろいろ迷った結果、今回の色であるチタンダイヤリップカットにしました。光沢のある暗めのブロンズですね。この色にした理由ですが、 SNS 見てると大体のスイスポ乗りの方が黒、シルバー、白のホイールが多かったので、ちょっと被るのが嫌で個性出していこうかなと思ったのでブロンズにしました。青と金色だとスバルっぽくなるんですが、そこまで金色でなく落ち着いた色でだいぶ気に入ってます。ワークのホイールめっちゃいいんですが、1点デメリットがありまして、センターキャップが別売りなんですね。この真ん中につけるキャップ、これ1個3000円するので、ホイール価格プラスで4個で1万2000円かかります。ただ色とか形も選べるので、自分の好きな見た目にできるメリットでもありますね。つけなくても大丈夫みたいですが、僕はつけました。 ZR10 の最大の特徴ですが、ホイールの10本のスポークがかなりホイールの内側の深いところまで来てるところ、めっちゃいかついですよね。それプラスタイヤとの境界線のところがシルバーになってるところですね。正直めっちゃ高かったんですけど、車見るたびにモチベーション湧くので買って正解でした。今回ホイールとタイヤにかかった費用ですが、タイヤとホイールはセット割引だったので、それぞれがいくらかは教えてもらえなかったです。かかった費用を順番に説明すると、ホイールとタイヤがセットで19万1500円、ホイールキャップが4個で1万3200円、ホイールに貼り付けるウェイトが1100円、タイヤとホイールの隙間を埋めるハブリングが2セットで4400円、タイヤパンク保証が9800円、取り付けのナットが8800円の合計23万6720円でした。スイフトスポーツが納車されてからこれまでいろいろとパーツ買って取り付けてきましたが、過去最高に高い買い物ですね。たまたま富士が金利ゼロキャンペーンをやっていたので、分割で支払うことにしました。現金一括ならかなりの出費ですが、分割なら意外と払えるので頑張って払います。最後に3週間乗ってみてのパイロットスポーツ4の感想ですが、誰でも乗ったらわかると思うんですが、乗り心地がめっちゃ良くなりました。純正コンチネンタルの時はタイヤもかなりすり減ってたんで、それもあるかもしれないんですが、路面の振動とか段差を超える時の衝撃とか結構拾ってたんですが、ミシュランに変えた瞬間全然振動がなくなって、段差を越えても前みたいにドンとならないですし、めっちゃ快適になりましたね。路面から伝わる振動がだいぶなくなった分、走っていてめっちゃ滑らかというか、語彙力なくて申し訳ないんですけど、タイヤの転がり抵抗が少なくて道路の上を滑ってる感じがしますね。運転していてただただ気持ちいいです。ほんと別の車に乗ってる感じがします。加速もかなりスムーズになって、気持ちいい純正タイヤの時よりも加速が速くなった気がしますね。タイヤが新しくなってグリップが復活したからだと思います。YouTube に上がっている他のパイロットスポーツ4のレビュー動画を見ても全員言ってると思うんですが、グリップ力は抜群ですね。ハンドルを切ったら即反応して車が動いてくれます。ハンドル切ってからの追従性がすごいですね。ハンドル切ったらスッと向きが変わる。そんな感じです。もちろんパイロットスポーツ4は雨の日にも強くて全然滑る気配がないですね。これまで雨の日とか純正タイヤだとパンク修理もしてるし、スリップサインも出てたので運転が不安だったんですが、今回高いタイヤに変えたので雨の時のグリップも強いですし、安定感があるので運転していてめっちゃ安心できますね。やはり雨の日って事故が多いので、ちょっと他のタイヤと比べると1万円から2万円ほど高くなりますが、その差額で安全を買っていると思えば安いですね。もし事故なんて起こしたら余計にお金がかかりますし、パイロットスポーツ4はレクサスや新型 BRZ の標準タイヤとして採用されているので、トヨタが標準タイヤとしてパイロットスポーツ4を選んでいるので、間違いないですね。正直ちょっと予算オーバーだったんですが、結果買ってよかったですね。乗っ
ってみて思ったパイロットスポーツ4のインプレッションでした。乗ったら違いがわかると思うので、ぜひ試乗とかできたらしてみてください。以上が今回買ったタイヤとホイールのご紹介でした。今回紹介した内容が少しでも良かったよと思っていただけましたら、ぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でありがとうございました。